3D プリンター買ったままで使い続けていませんか？長く調子よく使うためには日頃のケアがとても大切です。そこで今回は迷わずできる具体的なメンテナンスの手順を分かりやすく解説していきます。こんにちは、東京九段工作ラボへようこそ。今年バンブーラボの A1 ミニをセールで買った人多いんじゃないでしょうか。皆さん買って使ってメンテナンスしてますか？もし買ってから一度もメンテナンスしてないなっていう人、この動画を見て一緒にメンテナンスしていきましょう。ちょっとしたメンテナンスをサボるだけでプリントの失敗が増えたり、プリンターの寿命が縮んじゃったり、もったいないことになっちゃいます。逆に今日ご紹介するメンテナンスをやっておくだけで失敗が減ってフィラメントの無駄もなくなります。しかも全部すごく簡単です。では早速始めていきましょう。このチャンネルでは 3D プリンターをもっと楽しく使いこなすための情報をお届けしています。スライサーの便利な使い方から生成 AI を使った 3D モデリング、新しい 3D プリンターのレビューまで、初心者の方もすでに使いこなしている方もきっと新しい発見があると思います。ぜひチャンネル登録して次の動画も楽しみにしていてください。まずは A1 ミニのそれぞれのパーツを確認しましょう。これからホットエンドとか X 軸 Y 軸とかいろんなパーツの名前が出てきます。それどこってなっちゃうと困るので、まずはこちらの図を見てください。A1 ミニはこういうパーツでできています。この図を途中で挟みながら説明していくので安心してください。ちなみにこの図は公式のバンブーラボサイトにあるものを日本語に訳したものです。公式のバンブーラボの URL は概要欄に貼っておきますので、後でチェックしてみてください。はい、そもそもなんでメンテナンスってそんな大事なのっていうその理由から見ていきましょう。本当にちょっとの時間をかけるだけでびっくりするぐらい大きな効果があります。定期的なメンテナンスをするとこんなにいいことがあるんです。プリントが安定する、失敗が減る、動きがスムーズで静か、そしてプリンター自体が長持ちします。つまり時間もフィラメントも無駄にしなくて済むっていうことですね。さて、じゃあメンテナンスを始める前に必要な道具を揃えちゃいましょう。公式ガイドで推奨されているものになります。まず1つ目、清潔な布、マイクロファイバークロスやメガネ拭きなど、ポイントとしては糸くずが出ないものにしてください。こういう歯切れでもいいんですけど、糸くずが出ないものにしてくださいね。そして潤滑のグリスと潤滑オイルです。これ 3D プリンターを買った時のツールキットの中に入っていると思います。あらら。もうでも使っちゃったよっていう人はバンブーラボ公式から購入することができます。そして六角レンチですね。これも先ほどのツールキットに入ってるやつで大丈夫です。で、ピンセット。そしてエアブロワーとエアダスター。この手でシュパシュパするやつでもいいんですけど、ホームセンターに行くとエアダスターがそんなに高くない値段で売ってると思いますので、これも買っちゃってもいいかなと思います。このエアダスターの方が強力です。そして公式では耐熱手袋っていうのも載ってるんですが、正直今回のメンテナンスではいらないと思います。で、耐熱手袋結構ごつくて細かい作業がしにくいですし、そもそも熱い状態でメンテナンスする必要はないので、冷めてからやれば大丈夫です。そして潤滑のこのグリスとオイルは別々に用意するのがポイントです。なぜかっていうのは後で説明していきますね。まず定期メンテナンスの前に使った後のちょっとした習慣についてお話しします。毎日使う人は少ないかもですが、印刷が終わったらこれだけやっておくと毎回の定期メンテナンスがぐっと楽になります。まず1つ目がビルドプレートです。作品を剥がしたらこういうアルコール入りのウェットティッシュでさっと拭くだけで OK です。
でこれも保湿成分とかなんとかエキスとかあんまり変なものが入ってない、もう普通のアルコールタオルを選んでくださいね。で最近プリントの1層目のくっつきがもうやっぱり悪すぎるって思ったら食器用洗剤で1回丸洗いしてください。そして2つ目はこのノズル周りです。フィラメントのカスがくっついてたら冷めてからでいいのでピンセットで取ってあげてください。熱い状態で触るのはちょっと危険なので必ず冷ましてからにしてください。ノズルが熱い時にフィラメントのカスがついていて邪魔で取りたいなっていう時はワイヤーブラシが便利です。ワイヤーブラシでノズルの部分をゴシゴシすることでフィラメントを落とすことができます。でこの2つを習慣にしておくだけで全く違います。ぜひやるようにしてください。それでは週ごとのメンテナンスから始めていきましょう。これ本当に5分もかからないすごく簡単な作業です。週に1回やるのはたったこれだけ。2つのファンのお掃除です。このファン、まず図解を見ていきましょう。ツールヘッドには2つのファンがついています。1つ目はパーツクーリングファン。これ図のところですね。これはプリント中の造形物に風を当てて冷やすためのファンです。2つ目はホットエンドの冷却ファンです。これはツールヘッドのカバーの中に隠れてます。ノズルを加熱する部分が熱くなりすぎないように冷やす役割があります。この2つをきれいに保っておくのが安定したプリントへの第一歩になります。ではやり方はめちゃくちゃシンプルです。1つ目のパーツクーリングファンから始めていきましょう。まずエアダクトを覗いてみて、ホコリとかフィラメントの切れ端があったら、まずピンセットで目に見えるクズを取り除いて、そこからエアダスターで吹き飛ばして、最後に布で優しく拭いてあげる。これだけです。2つ目はホットエンドの冷却ファンです。ホットエンドっていうのはこのノズルがついている部分のことです。こちらはホットエンドを取り外してからきれいにします。ホットエンドを外すとファンが見えるので、エアダクト内の異物やホコリをエアダスターで吹き飛ばします。ホットエンドはワンタッチで外せるので、思っているより簡単です。はい、やってみると、あれ、こんなんでできるんだって思います。で、週のメンテナンスってこの2つだけです。慣れてしまえば5分もかかりません。本当に簡単ですよね。でもこの小さな手間が冷却不足が原因で起こるブリッジの垂れとかオーバーハングの失敗とかを減らしてくれます。さあ次は月に一度のメンテナンスです。今度は動きに関わるコアな部分に焦点を当てていきます。月に一度やる作業はガイドレールのお掃除と油差しですね。これをやるだけでプリンターの動きがもう格段にスムーズになります。X 軸、Y 軸、Z 軸っていうのがあるので、この図で確認しておきましょう。で、A1 ミニの心臓部とも言えるのがこのガイドレールシステムなんですね。で、X 軸のリニアレール、Y 軸のリニアレール、Z 軸のリニアレールです。これすごく信頼性が高い設計なんですけど、その性能を 100% 引き出すためにはやっぱり定期的なお掃除と潤滑が欠かせません。つまりこのレールをきれいに保つことこそが高精度なプリントを維持する鍵っていうわけですね。で、レールの油差しのやり方ですけど、まずこれ大事ですけど、電源をまずオフにしていきましょう。オフにしてからレールをきれいに拭いていきます。まず X 軸からレールに潤滑油を数滴垂らしてツールヘッドを左右にゆっくり動かしていきます。こうやって何往復かさせると油がレール全体に行き渡りますね。動きがスムーズになっていくのがわかると思います。次は Y 軸。ヒートベッドの下にあるレールですね。同じように潤滑油を垂らして今度はベッドを前後にゆっくり動かしていきます。最
最後は Z 軸です。縦の柱についているレールです。ここも同じく潤滑油を垂らして、こちらは電源を入れてから Z 軸を上下に動かして油をなじませます。Z 軸だけは手で動かすのが難しいので、電源を入れてプリンターの操作で動かしてあげてください。はい、これで3つのレールが全部完了です。これを月ごとにやっていくといいと思います。さて次は3ヶ月に1度のオーバーホールです。頻度は低いんですけれども、プリンターの長期的な健康を保つためにはこれがまた重要です。ここで注目するのはこの2つ。まずリードスクリュー。これは Z 軸の柱の中にあるこのネジのような棒です。これが回転することでZ 軸ですね。Z 軸全体が上下に動くんですね。そしてアイドラプーリー。これは X 軸の端っこにあるベルトを支えている小さな滑車です。この2つにちゃんと潤滑してあげることで Z 軸のズレを防いだり、静かでスムーズな動きがずっと長続きします。さて、最初の方でグリスとオイルは別々に用意してねって言ったの覚えてますか？その理由がここなんです。リードスクリューには、潤滑油とこのグリースどっちも使えるんですけど、公式ではグリースの方が推奨されてます。なんでかというと、グリースの方が蒸発しにくいので効果が長持ちするんですね。だからレールにはオイル、リードスクリューにはグリスって使い分けるのがいいかなと思います。というわけで、今回は A1 ミニの定期メンテナンスについてお話ししました。使った後にさっとケアをしましょう。週に1回のファンのお掃除、月に1回のレールの油差し、3ヶ月に1回のリードスクリューとアイドラプーリーの潤滑。ただ、この頻度はあくまで目安です。毎日ガンガン使う人はもうちょっと間隔を狭めた方がいいかもしれないし、逆に月に1回か2回しか動かさないよっていう人はもう少し間隔を空けてももちろん大丈夫ですよね。なので自分の使い方に合わせて調整してくださいね。公式ガイドにもあるように、定期的なメンテナンスはプリンターの寿命を伸ばして失敗のリスクを劇的に下げてくれます。時間とフィラメントの無駄を防いでストレスなく 3D プリントを楽しむための最高の投資の時間だと考えてください。面倒なのでつい後回しにしちゃうんですけれども、やっていきましょう。もしこの動画が参考になったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。とても励みになってます。コメント欄でメンテナンスやってみましたとか教えてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。編集後期です。今回 A1 ミニのメンテナンスをご紹介しました。私は自宅には、この A1 ミニだけなので A1 ミニのメンテナンスだけしているんですが、でもラボには今レイズ 3D のプロ3とプルサ XL、バンブーラボの H2D、X1C、A1、そして A1 ミニと全部で6台あるんですよ。6台のメンテナンス、正直結構大変です。でもね、メンテナンスサボって、プリント、しちゃえばいいかって知ると、やっぱり失敗したってなることが多くて、だから本当にメンテナンスは大事だなって身をもって実感してます。皆さんの中にも1台だけじゃなくて2台3台って持っている方がいらっしゃると思うんですけれども、複数台のメンテナンス大変ですよね。どういう風にされてますか？3D プリンターって増殖しちゃう人は増殖しちゃうので、本当にお掃除が大変ですよね。あとフィラメントも増えすぎちゃってて、
マルチカラーやってると本当にいろんな色買っちゃうじゃないですか。で、この動画撮ってるのが、12月24日になるんですけど、来週の31日、年末なのでフィラメントの在庫整理をしなきゃなと思ってます。なぜなら今欲しい色を探すのが大変になってるんですよね。整理しないと来年の工作に支障が出るので、年末にはフィラメント整理を頑張ります。PLA とか PETG とか TPU とかいろんな種類の色がどこにあんのって印刷しようと思うためにひっくり返してます。やっぱり今回お話しさせていただいたメンテナンスとか、フィラメントの整理とかこういうのって、その定期的にやっておくとまとめてやらなくて済むんですよね。夏休みの宿題を31日にやっちゃダメだなーなんて本当に思ってます。もし自分はこうやって工夫してるよとか、こんな風にやるといいよっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてください。めちゃめちゃ参考にしたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。